こんにちは。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日は人物を描こう。ゆれゆれごめんなさい。と思います。さあ、どんなもんかね。よいしょ。よいしょ。ちょっとチェックをします。恐竜男が寝ております。もう本当に気ままな野郎でございます。気ままな野郎でございます。ハウリング OK。悪くないですね、場所ね。もうちょっとこっち寄せた方がいいですね。よいしょ。このぐらいかな。悪ないですね。いいですね。この卒業生の子が顔出し OK ということで、皆さんまた写真を載せておきます。ぜひスーパーチャットで応援してあげてください。よいしょ。2時から始めますね。2時から。ちょっとこっちやな。どうしてもこう歪みができるのはちょっと許してください。動画を作るときはこういうの直せるんですけども、ライブの場合ちょっと直せないので許してください。頭が映らない限界値でやっております。皆さんお元気ですか？お元気ですか？こんにちは、森田さん。こんにちは、ライブ間に合った。2時から始めますね。いつも通りちょっと10分前にはいつも準備始めるんですが。よいしょ。ガムテープがあれへんな。ガムテープがあれへんな。ガムテープがあれへんな。曲がってますね。これが、もうちょっとこっちか。遠慮なく質問とかしてくださいね。ガムテープが見つからないぞ。ガムテープ。いつも固定をするんですね。こうやってね。いや、こちらも梅雨入りしましたね。ついにね。いやー、早いですね、今年はね。嫌ですね、梅雨もう大嫌い。もう大嫌い。もう梅雨が嫌いなおじさんは、梅雨が大嫌いなおじさんは。ガムテープでいつもやってるんですけどね、マスキングテープでできるか。ガチガチガチ。パレットも映ってますね。 OK ですね。ガチガチガチ。よいしょ。ちびっこ嗅ぐと思ってた人いるんかな。ちびっこはもうね、一回やってますからね。なるべく違うこと。うわー、スーパーチャットありがとう。これすみません、僕ね、今日のね、スーパーチャット分はね、この卒業生の K さんって言ってももう作家としてやってるから名前出してもいいと思うんですけど、もう今日スーパーチャット分全部全額彼女に渡そうと思ってますんで、覚えておきますね。490円。メモっとこう。490円。全然もうありがたいですよ、本当に。で、これ写真、あそこに、何ですか、コミュニティ欄とか載せておきますからね、吉川さん、ありがとうございます。いやー、先ほどまで、そう、アジサイの水彩画を見ていただいていて、ありがとうございます。幸代、堀田さんもありがとうございます。くもんりゅうくもんりゅう、なんて読むんですか、こんにちは。犬神家。怖い写真スーパーチャットありがとうございます。松岡さんありがとうございます。ムックアートさんこんにちは。吉川さんこんにちは。あと5分ぐらいで始めますね。ちょっとボリュームが小さくてすみません。ちびを起こしたくないので椅子もちょっとパレットもねしっかり写したいので、今日パレットをしっかり写るように、そして正方形の木を用意しております。下地の段階ではもうアクリルで描いておきました、線ですね。とにかく1時間ちょっとで描くので少し難しい部分もありますけど、ちょっとライトつけますね。
光るかね。はい。よいしょ。遠慮なく質問してくださいね。遠慮なく質問してください。遠慮なく質問してください。テレピンです。テレピン。テレピンとポピーオイルです。ディカプリオのデッサンシーンいいですね。ちょっとよくわかんないですけど。デカプリオ何のことですか？デカプリオというのは何のことですか？よくわかりません。iPad の方は生きてるね。タイタニックを見たんですね。タイタニックを鑑賞して、浜井さん今回あれかな、もしかして鬼好評に来てたかな。多かったんですよね。6360ちょっと待って43枚今朝録画してでまだやってないのが24枚あるから67枚ですかね。でももう4本撮ってるんですよ。4本早いでしょ。で3本アップロードできてあと10分できそうやったんですがちょっと怖かったんでやめました。公文流の指針です。公文流のそういうのがあるんですか。なんとかでに僕漢字がめっちゃ弱いです。キャンバスじゃないです。板画です今日。こういうベニヤにシナベニヤにジェッソを塗ってます。ジェッソ2層塗ってます。2層じゃない。黒と白を何層か塗っております。っていう感じです。もうこういうのはラフスケッチなので、ラフスケッチというかですね、エンターテインメントとしてお届けしているので、日頃発表するような作品ではないので、キャンバスとか白亜字とかには書きません。書きませんので、ご容赦いただければと思います。こんにちは。あやこ、やぶきさん、まさえ、中塚さん、こんにちは。今日も楽しみにしておいてください。あと3分ほどで始めようと思います。あと2分かな。雨やな。ほんと参ったな。いや、恐竜がいるとですね、やっぱ外で遊べないんでですね、これが一番のやっぱ苦行ですよね。もうそういう経験やられる方はね、わかると思うんですが、子育て等をされた方はわかると思うんですが、今日も外行くって言ってですね、ビニール傘を貸したら案外ビニール傘さして行ったんですが、途中でビニール傘に包まれて転んでました。泣きはしませんでしたけどね。お隣の子がスイミングに行くっちゅって、スイミングのバスに乗ったら号泣しました。グーテンモルゲン。うわ長嶋さんこんにちは。グーテンモルゲン。グーテンモルゲンか。ドイツ語か。グーテンモルゲン。グーテンタークって何ですか？こんにちはですか？加藤さんもいつもありがとうございます。こんにちは。楽しみですと。なんかこう油絵、1時間で油絵描こうとしてることがねなかなかあれですけど、また水彩は水彩でやりましょうね。そうかそうか、この方名前すみません。もう実はね録画終わってしまっていたので、そのこと若干触れてます。怒ってませんので気にしないでください。私隣の町に住んでたんですよ。言うていいんですけどね、王子南中学校というところに住んでいたんですね。その話をしていますので、民子さんもいつもありがとうございます。はい、水は一緒なんですね、イタリアとかとね。恐竜くんマジめっちゃ可愛いですか？めっちゃうるさいですよ。もうたまにイラッとしてます。うちの嫁さん妻もちょっとイラッとする時はそれはしゃあないです、ありますけどね。でもね今も寝てる、寝顔見たりね、ほんと可愛い時はめっちゃ可愛いんですけどね、もう止まらないとねもうあと15秒20秒で始めようと思います。だいたい3、4秒かな。写真で見る限り一番明るいのは鼻方も同じく、写真ですからね、そんな感じでしょうかね。鼻の方が少し明るいです。何段階ぐらいに陰影を分けて描くのがいいですか？はっきり言ってそんな細かいこと考えたことありません。こんにちは。さあ始めていこうと思います。
そうなんです。私そんなに会長を細かく分けるということなんてしたことないというかですね。でちょっとこれ今もうすでにちょっと濡らしておきました。どうした。濡らしておいたというのはポピーオイルで一回濡らしておきました。少し木なんで吸い込むんでですね、少し日陰面は大丈夫かな。ちょっと光ってるぐらい、この辺ですかね。モデルソンのもう卒業生ですけどね、生徒ですよ。この春卒業した子ですけどね。よっこいしょ。よし、じゃあやっていこうと思います。油絵がやっぱ一番集中力いるんですけどね。絵の具も先ほどちょっと慌てて練り直したので、どんな感じか分かりませんか。ローアンバーコバルトブルー。ちょっと裏がちょっと揺れますね。美大生美しい方がそうなんですかね。まあ、この子はやっぱ美人さんですけどね、ちょっと天然というかいい子ですよ。この春卒業した子です。そう、スーパーチャットでぜひいただいたら差し上げますよ。この子に直接会うので。一回ちょっとスカンブルといって一層薄くかけといてみようかなと。いつもの書き方とちょっと違いますけど、光ってないね。大丈夫ね。大丈夫ですね。まあ美しいかどうかも基準がね皆さんありますからね。それぞれの基準があるんじゃないですか。このモデルさんはやっぱ美人さんですよ。少し緑っぽいのを塗りました。今スタンブルといって、全体に、少し薄い絵の具を、こんな描き方初めてですって思うでしょう。私も初めてですよ。まあおそらくこのちょっと絵の具がついた状態で薄くすり込んでおいた方が今日は書き込みまである程度いきたいのでいいんじゃないかという推測憶測を立てています。久しぶりに高子さん、こんにちは、久しぶりですね。油絵に決まった。そうですね、油絵が勝ちましたね。なんとなく油絵かなとは思っていたんですが、人口的にはね、どうしてもですね、水彩の方が多いですけど、やっぱ質問が多いのは油絵ですもんね。だから皆さん質問があればしてください。大丈夫やね。ピントを合わすのに長押しって言ってたんで、ちょっとやってみましょうか。なんかコメントがいっぱい出てきてしまいました合ってるよね。合ってるよね。多分ね。絵の具の盛り上がり等を見てても合ってるよね。山地さん、こんにちは山地って何ですかね。山地さんですね。森田さん、今日はお腹を下しているため絵の教室をお休みして私のを見ているんですか。あ、そうですか。テレピンとポピーオイルだけです。今見えてますね。大丈夫ですね。アスパチャの用意忘れてた。次回送りますありがとうございます。いつも送っていただいて。下地は黒と白のジェッソでございます。ジェッソ。ちょっとすり込むようにですね、油を少なめの初めに塗ってます。初めの段階。それでちょっと30分ぐらい前に塗っておきました。それでちょっと吸い込んでいってますね。こんな描き方あるんですかって感じかもしれませんけど、私も当然初めてですからね、皆さんね。
ちょっとあんまりもうベタベタしたくないんですね。ちゃんと下地の線というかですね、初めに描いた線も見えてます。見えてますよね。ちょっと光ってるのかな、この辺がね。ライトをなるべくつけたいんですが、ちょっと消してみましょうかね。画面はやっぱ暗なりますかね。あんま変わらんね。やっぱ光るもん光るんよね。油絵はしゃあないですね。油絵はすみません、どうしても光ってしまいます。この辺ね。下の線マジックじゃないですね。マジックやめた方がいいですよ。マジックは絶対やめた方がいいですよ。浮き上がってきます。これはアクリル絵の具です。アクリル絵の具でなんか青と茶色みたいなの混ぜて、塗りました。絶対やめた方がいいですよ。後で浮き上がってきますよ。時間経つと。少し森の中にいるやつなんで、今実際描いてる大きい作品のまあいくつかパターンで写真撮ったんですけども、それの1枚です。少し緑とかを塗った後に少し黄色系みたいなのを薄く塗っておきましょうかね。マゼンダみたいな色ですね。少し赤ですね。ちょっと吸い込みが止まってくるかなと思いながら、吸い込みが少し止まってきたような雰囲気がありますので、悪くないんじゃないかなと思いつつ、ちょっと思い切っていきますね。よいしょ。光ってるな。難しいな。やっぱな、油絵はですね。トゥン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 。よいしょ。思い切って生の白を置きました。これはシルバーホワイトとチタニウムホワイトを混ぜ合わせて、あれで塗ってます。ポピーオイル、じゃあこれはスタンドオイルで練り合わせてます。スタンドオイルで、スーパーチャット。ドル。10ドル。だいたい、ありがとうございます、堀田さん。10ドルやから、今109円か1100円ぐらいか。ありがとう。払っときますよ、ちゃんと。ありがとうございます。わあ、これは喜びますよ。書いとかんといかん。忘れそうなんでね。書いていこう。1100円ぐらいかな。1100円ぐらいね。書いておきます。こうやって書いておきますね。この子に渡します。コミュニティ欄の方に、写真載せて、皆さんまた真似されてみてください。喜びますよ。ちょん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 。うわー、喜ぶわ。よいしょ。なんかモデルさんとかを描きたいけど今のご時世でなかなか描けませんとかいう人がいたんで、なんとか学生とかでおらんかなと思って何人か手挙げてくれたんで、また他の子もやろうとは思うんですが、そして明るいところを描いていってますね。下の絵の具も多少混ざりながらなんですが、ちょっと混色とかをしながら、今日も朝早く目覚めるので大学行って録音したので、4分分は大学で録音してますので、それは残念ながら恐竜が出てきません。恐竜がうるさいという人もいるでしょうしね、もう子供はもうどうしてもダメという人もいれば、
恐竜のマークをつけておこうと思いますのでね、皆さんね、見たくない人は見ないで結構です。そういう時代ですよね。便利な時代になりましたよね、ほんとね。自宅にいてね、こんなん見れるっていうのもね、本当に便利な時代になりました。本当にこの写真は載せておきますね。そうですよね、今出れないですからね。なかなかね、よいしょ。そして明るいところを描いていくんですね。まだちょっと中間色みたいな色を塗って、細かい描写みたいなのは初めにちょっと描いたんですが、それが消えてですね、これは本当石膏デザインの描き方なんですよね。明るいとこ描いていくという方法なんですがね。で筆色分割法といって、ちょっとこう点描で、打ちながらちょっと進めていこうかなと思います。よいしょよいしょ。なかなかね、延長戦が始まってしまってね、また皆さんね、ご自宅にいる方も多いんでしょうけどね。やっぱ日曜日の朝の方があれなんですかね、多いんですかね。日曜日200何人いたことありましたもんね。この土曜日って案外ちょっと少ないんですね。でも土曜日の方が僕も都合がちょっといいんですよね。日曜日ぐらいはね、何もしたくないというかですね、考えたくないですもんね、仕事のこと等々はですね。アーカイブに残ると思うのでですね、それで見るという方も多いかもしれませんけど、これシナベニアの板です。シナベニアの板に、ジェッソを2層塗っております。途中から見られた方ね、わからないのでですね、何度もそういう同じようなことを言うと思いますが、許してください。これは、名村東京さんのですね、ログ5のあれです。セッコデさん、本当になぜやるのかって言ったら、ね、こういう人物を描くときに、こういう光の当たり方とかのときにはすごくいいですよね。悪くないですね。大丈夫ですね。あっという間にきのこさん、顔ができてます。できてない、できてない。このぐらいのボリュームやったら大丈夫なのかな。やつが起きんことを祈りますよ。皆さんも祈ってくださいね。マジで前々回ですかね、やつの登場により、もう途中でやめざるを得なくなりましたんで、今日はなんとか粘りたいんですが。明るいとこ描くと二重やったらね、暗い影のところっていうのが塗り残って、こういうところが、なんていうか二重に見えますよね。鬼好評、あれ、考えたら僕50分ぐらい、実は今日一本めちゃくちゃ長いの撮ったんですが、本当に休まずにブワーッと喋ってるから、それは声枯れるわなと思いますもんね。そりゃそうやわと思いますよ。一人で夜中2時3時に大学で喋ってるという。でも僕の研究室の下にですね、うちの大学のこと知ってる人なら知ってると思うんですが、夜な夜なずーっと研究をされてる先生がいるんですよ。本当に家帰らないんですよ。で、僕その奥様とも会ったことあるんですけど、夫婦仲大丈夫ですかって言ったら、もうそんなんもう高校生の時から昔から知っていて、で結婚されて、もう昔からだからもうそんなん仕方ないのよっていう、木くんって言われました。すごいですよね。ずーっとその先生も今年で定年なんですが、大丈夫かなってみんなで心配してます。ずーっと大学にいる先生なんで。いやー面白いですね。いろんな人いますね。僕なんかいかにサボるかだけを考えて生きていますもんね。サボってちびとどうやって遊ぶかとか、そんなことばっかり考えてますね。筆直分割法って言って、ちょっとずつこう筆調あれしながら、こういうところなんかちょっと見えないかもしれませんが、少しこう混ざり合わせながらとか書いていってます。中間色みたいな色を置いて、少しそれに、
筆をの後をですね、私はもうシナペンに F10 を購入して紙やすりをかけたのを用意しました。あ、そうですか。それはそれは。本当はですね、もうちょっと大きいサイズになるとやっぱ布とか貼った方がいいんですよ。私のこう白味の動画とか上げてますけど、やっぱ布とか貼られた方がジェストでもですね、本当はいいと思うんですよ。もうこれは本当にもうなんていうか皆さんにお見せするエンターテインメントなので、そんなに保存とかなんとか僕は考えてないのでですね。某テレビの水彩画査定ランキングで、私は鬼好評でございますか。あの番組あんま見たことないんですよね。なんかこう、俳句のやつですよね。あんまり見たことないんですね、私。すみません。どんな感じなんですか？厳しいんですか？多分僕やったらボロクソ言うと思いますけどね。テレビで放送できんぐらい言うと思いますけどね。芸能人と分かっていたらなおかつですね。ちらっと見たことありますけどね。なんか、絵手紙かなんかのやつかな、見て。と思ってですね、やっぱり先生で上手なんやなと思いました。そういう妻と見ていて、僕がなんかこう言うでって言ったら案外当たりましたもんね。その先生がもうちょっとこうしたらほら見ろみたいな感じで当たりましたね。ちょっと顔のねこう光が当たって、少しずつこうこう慎重にですね、ちょっと全体的にこう暗めに、スタートして少しずつ今明るいところを描いていってます。17分経過いたしました。ありがとうございます MH さん。もう本当にこれもちょっとやばいな。すごいこうバイト代になるかもしれんな。ちゃんと覚えておきますね。ちゃんとね覚えておきますね。ちょっとこの子に渡しておきます。ちゃんと渡しておきますので。僕はね正直もう一生懸命働いてきたんで、そんなにねおむつがようやく買えるようになりましたんでですね、私はいいのでこのコミュニティ欄に写真を載せておきますね。よいしょ。でこれぐらいちょっとかけてきたら少し暗い、色を塗っていきましょうかっていう感じかなと思います。下地の色も少し塗り残ってはいるんですがですね、唇ぐらい描いておきましょうかね。よいしょ。唇赤って難しいですよね。濃い紅をつけてきやがったんですね。これね、紅をつけてきた。こういうとこちょっと慎重にいってます。濃い赤とかになるとどうしても黒とか使わざるを得ないですもんね。よいしょ。すいませんね、ちょっと集中してますんでね。大事なところはもう一発で決めてしまった方が楽ちんなんで、集中力が上がりますよね。唇の描き方のコツとしては、上唇暗め、下唇明るめみたいな感じにしておくことがいいと思いますよ。質問お願いいたします。どうぞ撤回されましたね。質問があれば連絡してくださいね。気づいたら答えますので、あっという間に顔めちゃくちゃ勉強になります。瞳が入る瞬間が楽しみすぎる。まだ入れませんよ。ちょっと待ってくださいね。喋りながら書いてるんですもんね。今平筆1本で書いてますね。1本2本目か。ちょっと大きいのでガサーッと書いてですね。溶き油ほとんどつけてないの分かりますかね。
もう下の絵の具を生かして描いていくっていう僕は感じなんですね。別にこれが正しい描き方とかそういうことを言ってるわけじゃないですよ。私はもうウェットオンウェットと言ってもこれが一番楽なんですね。油絵の具の特性というかですね。乾かないうちに描いていくということができると表現の幅というのが広がってまいります。はい、増えてきましたね。150何名とかなってますね。ありがとうございます。本当にね。これなんかこうサンキュー、ありがとうございます。ね、そう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 。ちょっと暗い色いてみましょうかね。例えば髪の毛とかですね、このモデルさんはかなり髪の毛は暗い色でございますね。ズバ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 と。ショートカットですね。おしゃれなヘアスタイルですね。そういうのが似合うんでしょうね。ピュ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 。例えばね、光ってるけど、まあ問題ないね。よいしょ。ここもパレットちょっとこう濡らしてます。だからこう滑るような状態ですね。20分経過。ちょっとつけました。ちょっとこう黒がなんか硬かったんで、ちょっとつけました。大丈夫そうね。うんうん。例えばこういうところなんかもう溶け合ってるようなところは溶け合ってるように書いといてあげた方がいいですよ。髪の毛はコツは中間部分はベタ塗りで、もうそんな感じかもしれないですね。ベタ塗りで筆致をこう、日頃はもっとこうベタ塗りの後に、少しこう毛先のこう開いたような筆とかで、大胆にこうザクザクザクと描いておいて、要は暗い色塗ってその次に、中間ぐらいの明るいの塗って、その後に、最後は一番明るいところをまた毛で描いて、最後の最後は細い筆で描いていくっていう感じですね。本当はもっとね、顔近づけて描きたいんですけどね。よいしょ。頭映ってまいりますもんね。肖像画の依頼の場合、先生は写真、そうそう、僕自分で撮ってます。自分で撮ってます。やっぱりですね、僕はちょっと人が撮ってもらったのは描けないので、もし依頼とか受けたら来てもらうという形とかが多いですね。なんか行ける範囲やったらもちろん行くんですが、九州とかないやったらですね、ただ今の状況下やったら難しいかもしれませんけど、私自身は依頼を受けたらやりますよ。でも女性はなかなかね、苦手なんですよね。女性は大体ね、何々、もうちょっとこう、こここうしてください、してくださいが結構多いんですね。だからこう、受けるときはちょっと慎重になりますね。しんどいので。ちょっと暗すぎましたね、ここのラインね、今ね。白と溶け合うような色で、少し描きたいなとは思うんですが。なんか筆を洗う時なんか結構筆線湯につけてるかもしれないですね。筆線じゃないわ。溶き油につけてるかもしれませんね。もうなんかこう自然と行動しているので、あんまり自分でもよく分かってないんですよね。ライターさんかなんか見てて書いてくれた方が多分いいんでしょうね。
自分でも言葉にするのが難しいですもんね。よいしょ。近くね、老眼になって見にくいですよね。うん。もう一回りでかい筆が欲しいな。黒。ちょっと茶色入れましたけど。それでちょっとこう明るいめの少し色を入れていこうと思うんですが、髪の毛のところはどちらかというとちょっとこうやっぱり、外の森の中のあれなんでちょっと青っぽい感じに光ってたので、そんな感じに描いていこうと思います。この辺はこう中とこう溶け合うような感じですね。勉強になりますか？皆さんどうですか？ちょっとずつ増えてきましたね。久しぶりの200人台が見えてきましたね。もうちょっと先か。で外側から形を決めるところは決めると。今回は外はちょっとあんま描かないですけどね。ラフに描いておこうかなぐらいの程度ですが。難しいの。いつも一番難しいと思うのはこの顎の下なんですよね、僕ね。この辺をどこまで出すかうんぬんかんぬんが難しいですが。という感じで描いていったら、ちょっと一回目ん玉あたりをグググググと描いてみましょうか。この辺りはちょっと慎重にやっていこうと思います。ちょっと1時間を今日超える可能性があります。せっかくやったらね、ある程度まで、一発で書けるんやでっていうのを見せたいところがあるので、共有が起きてしまう前にある程度まで持っていきたいんやが、花。目。顔の透明感を出されるのには紫やグリーン、ブルーやグリーンなど少しちょっと使ってます。今回も初めの段階で使ってますね。これはね、森の中にいる設定なので、設定というかなので、少しそういうの映り込んでるような感じですね。雨降ってった。梅雨入りですよ、北部九州もう1ヶ月ぐらいこんな感じなんかな。ジメジメするの嫌やな。こういう時北海道羨ましいですよね。ゲロ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 泣いてますわ。ゲロ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 泣いてます。目の中も真っ黒というわけじゃなくて、茶色いところがあったり黒いところがあったりというのをちょっと描き分けてあげれるといいですね。質問をお答えいただき勉強でこの後変化も4歳7ヶ月の子供と一緒にそんな4歳7ヶ月でじっとしてるんですか？うちの恐竜は無理ですね。じっとなんかしてませんね。興味がもう多分彼は YouTuber やと本気で思ってるんですよね。僕がこうアトリエで一人で喋ってると「おい俺の仕事を取るな!」ぐらいの感じで来よりますもんね。ね、世界最年少 YouTuber やと本気で思ってるんじゃないですかね。まあ
好きにやらしときましょうね。もう伸び伸びやらしときましょう。よいしょ。4歳の子ごめんね、多分うちの恐竜は今回出さへんよ。もううるさいから。あいつはうるさいからね。出さんよ。おっと、なんか読めない文字ですね。おっと、読めない文字ですね。これ何語ですか？すみません。誰か訳してください。私はちょっと読めません。これなんて書いてあるんですか？うわー、すごい字やな。平筆触る、なんか、平筆、平筆、平筆なんかでしょうね。小池さんでもないですもんね。小成さんって書いてある。白目ですね。白目に関しては難しいので、例えばちょっと僕なんか置いてみます。置いて、でそれよりちょっと暗い色とかを周りに描いていったりすると、要は球体という感じになってくることがあったりとかしますが、うまくいかなかったらすみません。そんなもんでございます。よいしょ。上の影とかが落ちている感じ。そんなにガンと光が当たっているわけじゃないのでですね。よいしょ。ごめんなさいね、小成さん。小成さんって中国の方かね、よくわかりませんが、30分経過です。うん。例えば僕なんかね、こう実際写真では見えないんですけども、目と目の間なんて、目の黒目と白目の間なんて、こういうなんかこうほんの少しのブルーとかをプッと置いて、こいつを乾くで乾かして、先端乾かして絵の具取ってぼかしてあげたりするんですよ。きゃー細かい、きゃー細かいっていう声が今聞こえてきましたよ。ピッ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 という感じとかですね。一回お化粧ほんとしてみた方がいいですよね。僕もお化粧してみたら分かるんでしょうね。今度大学にお化粧して行ってみましょうか。学生が多分絶対誰も触れないでしょうね。あ、また先生頭おかしなりやったっていう感じでしょうね。ちょ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 。よいしょ。でちょっとこう造形的に出来上がってきたら、少しですね、叩き筆というのを使っていきましょうね。うん、そうですね。大きい細かい仕事、明るいところから叩いていきます。明るいところから叩いていきます。お、毛が抜けた、毛が抜けた、毛が抜けた。3回言うときましたよ。あ、また毛が抜けた。いや、抜けるんですよ、これ。でも気にせずに。何回も使ってるとちょっと毛が抜けにくくなってきます。見えてるかね、大丈夫かな。4歳の子供が見てるんやね。鬼滅の刃描いた方が喜ぶんでしょうけどね。著作権にうるさいおじさんやからごめんね。鬼滅の刃、僕も19話ぐらいまで見てもやめてしまいました。おじさん、残念ですね。もうちょっと見たかったですけどね。なぜかみんなやめてしまいました。明るいところから叩いていってなじませていきます。そうすると筆跡がなくなっていきますよね。もっと細かい叩き筆を用意してもいいんですけどね、ちょっと今見当たらないので。よいしょ。でもう少しこう筆調を強めに、乗せていってみましょう。グッ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 、熱い絵の具をのせました。
物質感もやっぱりちょっとあった方がいいなと思いましたので、少し厚めに塗ってみました。こっちはどっちかというと硬い白、こっちは柔らかい白。これは生のチタニウムホワイトという感じです。やっぱ油絵使っている以上ちょっと物質感を使いたくなりますよね。鼻のとこがやっぱり一番白いっちゃ白いですね。慎重にですね。お化粧の仕方を忘れた65歳、してください。ぜひしてください。油絵セットを購入しました。南村大聖堂の叩きでも2本買いました。油絵出してくださいね、ぜひね。それは。ね。いかがですか？少し絵の具がブリッと塗られて、うわ、怖いって感じでしょ？どうするのここからって感じですか？また叩きます。ウェットオン、ウェットっていう方法ですね。濡れた上に濡れた絵の具で描いていくという方法ですね。やっぱ細い叩き具で欲しいな。とかないかな。ちょっと筆探してきますね。ありました。よいしょ。もうちょっと細いやつですね。これ今使ってたやつがこっちですね。こっち細い方ですね。トン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 日野の2トン。トン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 日野の2トン。トン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 日野の2トン。おもんないぞっていう声が今聞こえてきましたが、すみません。絵を描きながら喋ってますんでね。何も考えず喋ってます。トン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 日野の2トン。38分経過。こういうとこちょっと溶け合うような感じなんで、どの辺りまでグラデーションを持ってくるかなっていうのをちょっと考えてます。目の下が若干こうクマみたいに見えますんでね、少し明るくしておきましょうね。まあこのぐらいになったら一回パレット掃除した方がいいですね。鬼好評希望というのが今来ました。2時39分ね、皆さん僕しつこく初めの時に言ってるでしょ。あれなんでかっていうと、そうなんですよ。今もまだ来るんですよ。実はね、なんかね、あんだけ言ってもなかなか時間を守ってもらえないんですよ。びっくりしませんか？今も来たんですよ。ねえ、なんでこの小木曽先生こんなしつこくみんな守ってるんじゃないのって思ってるでしょ。今も来たんですよ。ビビりますよね。よいしょ。今私のですね、
あれがですね、通知機能でですね、iPad の方に、ニコイをよろしくお願いしますときました。載せるかな、もう載せんと方がいいかな。まだちょっと撮ってないのですね。あと2本ぐらいですね。あと3本になってしまいそうですね。25枚ぐらいあるんで。どうしようかな。そしたら7本になってしまうんですよね。26枚を、3で割ったら8か9か。で、少しこう筆とかで絵の具を動かすというような作業を今してます。筋肉の方向であるとかっていう方向に動かしながらもですね。でほっぺたなんかもうちょっとこうあれですね、鮮やかな血色のいい色にしてあげましょう。こういうとこですね。よいしょ。考えてみたら、ああいうこうテレビ番組のこう査定番組というか、ああいうの全部リモートで今できますもんね。そう考えたらね、いつでもやりたいですけどね。ケチョンケチョンに言いたいですけどね。よいしょ。少しこうビビッとな赤を入れていきました。質問あるかな。こんにちは、今仕事が終わり間に合いました。絵画教室の先生が美大の女性、デッサンしている方は化粧がうまいと言っていました。そうでしょうね、やっぱね。多分そうやと思いますよ。それはあるんじゃないですか。細かいこういうね、細かいような色の使い方みたいなのとかもやっぱお上手ですもんね。ちょっと血色良くなりましたね。この辺は初めに塗った下地の次の色ぐらいの段階でそんなにこう変えてないんですが、はい、また叩きます。今月の美術の窓やったかな、なんかこう新人特集みたいなんでこう美大の特集みたいなのされてるんですけども、そこに、僕の佐賀大学のページもちょっと作ってくれて、この子が載ってますよ。この子自身がちょっと載ってますんで、よかったら、見てあげてください。ちょっと血色がね良くなってきましたね。よいしょ。もうちょっと太いけど生の白に近いの。うわ、これは筆がダメやな。筆がダメっていうのはですね、根性がないんですね。根性ちょっと筆探してきます。筆ここにあったかな。なさそうやな。ちょっともう弱いんですね。腰がないんですね。中学生のヘアスタイルじゃないですけどね、寝癖みたいな腰がやっぱり必要なんですよ。筆にもですね。よいしょ。で、明るい塗った絵の具とかもこうやって細かい筆とかで少し動かしてあげたりですね。もう一回り大きいの欲しいな。手先。これ多分なんか水彩の筆やと思いますけどね。白い絵の具をこうやって動かしていったり。ちょっと筆探しておこうかな。ちょっと欲しいな。ごめんなさいね。これはいいぞ。このぐらいがちょうどいいと思うな。うん。これが多分最後まで結構使う筆になると今置いた瞬間に分かりました。腰もありますしね、なかなかいいですよ。
少し絵の具をこう動かしていくという作業をしています。見えてますかね。キニピンとかあってるかな。もう一回押してみようか。叩きで楽しい、まあまあ楽しいですよ。でこういう絵の具をこっちに持ってきたりとかしながら、それで本当にこう地味でしょ、面白くないでしょ。もうね、皆さんがこれがいいって言ったからこれやってるんですよ。もう油絵はね、こうやって地味に僕なんかはやっていきます。ちょっとずつ出ているというのも描きながらですね、白目の中の少し明るい色とかもちょっと描いてあげて、白目の中の白い色を少し描いてあげたりすると、ちょっと生き生きしだすんじゃないかという感じですね。なんかこっち側の形が変ですね。絶対変と思ったら絶対変なんですよ。でちょっと目ん玉のすっごい強い光を入れるわけではないですが、少し光を入れてみましょう。よいしょ。猫の時はね、目ん玉から書き出しましたもんね。全然違うやんけって突っ込まれそうですけど、そうなんですよ。書き方なんてね、本当にもう無数にあるんでですね、皆さんのそれぞれの書き方とか、僕もこうやって今ほぼ初めてに近い書き方をチャレンジしていたりするわけです。違います。嫁はんじゃないですよ。学生です。初めの方に言っていますので、また見直してくださいね。よいしょ。皆さんあだ名やもんね。ありがとう、稲葉さん。わかりました。面白いですか。ありがとうございます。やばい、お化粧練習しなきゃ。茨城には差し間時間があります。1、2時間遅れは当たり前。差し間時間ですか。茨城、ね、茨城僕も住んでましたけどね。茨城県取手市、東京芸術大学の校舎があるんですが、野猿が出るんですよ。野猿。まああれ学生なんちゃうかなって思ってたこともありますけどね。猿みたいな学生いっぱいいますもんね。で唇なんかも少し周りと溶け合うようなところは溶け合うように、紅のハイライトは紅のハイライトでちょっと置いてあげて、よいしょ。いやでもこんな1時間ぐらいである程度描けるように僕も良くなってきましたよね。初めの頃のライブペイントよりもやっぱ上手になってきてるというかですね、なんとなく自分でイメージができるようになってきたんでしょうね。20回目ですもんね。光の関係でどうしてもここは暗いんですけどね、あんまり暗くしすぎてしまうとちょっとこう目の下のクマみたいになってしまうからですねと思っていて、そのこうせめぎ合いの瀬戸際みたいなのを探しています。輪郭なんかもこう周りと今溶け合うようなところを探していったりしています。50分ぐらい経ちましたけど寝てますね、やつはね。よかったよかった。午前中本当に傘ささずに外出ていこうとしてたんですよ。待て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 って言ってですね、で僕も一緒に傘さして出てったんで、だいぶ疲れたんでしょうね。やっぱり暗すぎるところがちょっとあるので、ちょっとずつそういうところも明るくしていっております。まあ僕は必ず2層3層と書きますので、1
一層で決めるということはないです。やっぱりですね、絵の具の層というのを作っていきます。だから基本的には皆さんも2層3層で描いていった方がいいと思いますよ。やっぱ限界が僕なんかはあります。まあ1層で描くような絵もあると思うんですけどね。よいしょ。ちょっとそれで眉毛描いていきましょうかね。眉毛がないから怖いんですよこれね。この辺りの毛っていうのはこういう風に生えてるんですね。でどういう風にこう整えるかによりけりなんですが、このモデル何度か書いてあるんですけど、ね、難しいんですよね。美人さんやけどね、美人さんやからこそなんでしょうね。ちょっと難しいんですよね。何が難しいかって僕も言葉になかなかできないんですけど。今、輪郭のとこ失敗しましたね。まあ、失敗してもこうやって書き直せるのが油絵のいいとこやと思います。まだまだ明るくしたいですね。ちょっと黄色かなんか入れてみましょうか。だいぶ明るく顔もなってきましたね。わあ、ありがとう。あずきさんありがとうございます。いや、やばいな。いっぱい飲み屋で飲めるぐらい、まあ飲めるあれじゃないですが、ご時世じゃないですが、またありがとうございます。この分はこのモデルの子に渡しておきますので、ありがとうございます。本当にもう喜ぶと思います。ね、こちらメモしておきます。まあ後で見返せばいいんですけどね。わかった。何が違うか、こっちのね、黒目のね、場所が違うんですよ。もうちょっとこっちなんですよ。1ミリか2ミリ。ほんと1ミリぐらいの仕事でしょ。そう、口がこの子ちいちゃいんやろな。それがちょっと難しいんでしょうね。今これ筆の先を今絵の具を取って乾いた状態で、こういうふうに、やってます。ちょっと口を大きくしてみましょうか。ほんの少しですけどね。このぐらいまで、今本当に1ミリぐらい、2ミリぐらいかな。ちょっとそしたら違和感少しなくなってくるというか、それをちょっと周りと溶け合わすように描いてみたりとか。日本画っぽい印象も感じる。なんでだろう。なんでもいいんじゃないですか。日本画っぽいですか。今も日本画もなんかアクリルとかも使う学生も結構いますからね、もうそういうカテゴリーとかあんまないんですけどね、なくなってきてるような感じはあるかもしれませんね。で離れてみて、ここがちょっと、
ちょっとマシになってきましたね、ようやくね。まあ、そういうぐらいの微調整をとにかくこう繰り返しながらやっていきます。例えばこの下のこの色なんかもうちょっと明るくてもいいかもしれないなと思ったら、少し明るくしてあげたりとかですね。うん、よいしょ。東京でも個展、東京ですね、コロナ禍ですが、近い未来、伊豆高原あたり、伊豆高原あたりで個展ですか？無理ですね。東京は2023年やから来年が2022、その次の年やりますよ。まあ2、3年に1回っていう感じですかね。本当1年に1回ペースぐらいでやってたんですよ。そうか、皆さんは YouTube で私を知ったんですね。私はまあまあ個展をしている絵描きですよ。2017年が高島屋さんでやって、それ全国巡回したので、17年にやったのが東京始まって横浜、横浜、大阪、京都、4カ所でやりましたかね。で、2019年は三越さんでやって、それは、日本橋の本店と、あそこですね、福岡か、でやりました。案外僕はやってる方ですよ。ただそんなに枚数やっぱりもちろん書けないっていう、まあ、書ける方なんですが、ね、次は東京は2023年の予定です。秋ですね。その頃にちょっと収まってるかもしれませんけどね。来年ぐらいに少し収まってくれてることを祈るしかないんですが。よいしょ。今日スーパーチャット本当ありがとうございます。本当たくさんいただいたんで喜びます。まだ渡すとは言ってないんですけどね。渡しますよちゃんとね。本人には言ってないんですが。うわ細かい筆で書いてやるわって感じですか？うわ細かいことしてやるわって感じ。ね、大体こんな感じで。今1時間ちょうど経過、もうちょっと延長しますね。髪の毛とかももう少し見たいでしょうからね。恐竜くんモデルちゃったら、恐竜くんのモデル代いいですか？いやいやいや、そんなもう、いいですよ。全然。もうね、今日見ましたよ。月曜日か火曜日に上がりますよ。もう今週は多分明日からあげやんといかんなって感じなので、明日僕ちょっと面白いことしてますので、よかったら見てください。明日は初めて出品された方中心に出していってます。今これ、要はちょっと毛先が広がってるような状態の筆で、大きくこうザバザバザバと描いていってますね。少し光が入ってくるとね、立体感みたいに出てくるんじゃないですか。ちょっとこれあれですね。ちょっと白髪に見えるような感じになってしまったですね。よいしょ。全然ちびっこモデルにしてもっていいですよ。遠慮なくね。東京で個展を買う高いですからね。もうほんと高いですよ。油絵もサムホールで20万ぐらいしますもんね。サムホールで20万するんですもんね。僕やったら iPhone 買いますね。そりゃそうですね。自分の絵なんかは自分では買えないですからね。あれはね。叩き筆毛先に絵の具がつきすぎたなと思ったら拭き取ってください。もうちょっとこう勇気出して目に光入れてみましょうか。ここのラインってすごい難しいんですけどね。やりすぎると嘘くさくなってしまうので。
眼球の方までちょっと行くぐらいにしとく。生の白をちょっといってみようか。うわ細かい。何してんのって感じでしょ。そうすると眼球ちょっと光りましたね。だいぶ仕上がってきたんじゃないでしょうか。皆さんの方質問があれば、遠慮なくしてくださいね。ぼちぼち終わろうとしています。まだでもチビが寝ているのでこんなチャンスはないので、もうちょっと書き込みたいなと思ってます。この眼球黒目の形がおかしいんじゃん。ちょっとマシになりましたね。ほんとこんな感じですよ。もう日頃もこうかなあかなって微妙な微調整をずっとこうしていく感じです。ここのこれのここからこうなってこうなってここのところがこう暗いのがふっとこっちまでいってる。このところがあまりやりすぎるとですね、ヒゲみたいになってヒゲ男爵みたいになってしまいますんで、より筆がかかった。そう、1時間しか経ってないんですよ。今1時間経過です。僕は1時間しか経っていない事実というより、喋りながら書いている事実というのに、注目してほしいと思いますよね。おじさんそういや喋ってるぞと。コメントもこの人読んでるぞという事実ですよね。本当にね、笑っちゃいますよね。そうなんですよ。この高等テクニックはやっぱりもう画業20年以上、いつから画業って言うんですか知りませんが、それによって、訓練によって培われてきたものでございます。おだいぶ良くなってきましたね。よし、ちょっとじゃあいつもというか本とかに載せるやつですね。髪の毛の描き方、こういう山切りカットの状態のものでございますけども、毛先を今つば舐めました。汚い。ビュー。あんまり出へんな。これに関しては溶け油使うんですよ。結構。で、しっかりこう混ぜる。映ってないかな。映ってないかな。どうなんやな。すみませんね。どうしてもこう垂直に筆を立てないと描けないので。今日ゴルフのなんか絵があったんですけど、パターをこっち側がパターで真上から描いて、真上っていうかですね、描いていたんでパターに見えなくてもちょっとゲラゲラ笑ってしまいました。なんやこれって言ってですね、文章読んだらパターですって書いてあってですね動画でも同じ色でしょうが、赤まで使用している色を言っていただく。赤まであ、これですか。アイボリーブラック、バーントシェンナトランス、ローアンバー、コバルトブルー、カドミウムレッド、カドミウムイエロー、コバルトバイオレット、コバルトグリーン、これ使ってないですね。フタロシアニングリーンみたいなやつ、スーパーマゼンダ、これ何でしたっけ。ちょっと待ってくださいね。シアニンブルーシアニンブルー、シアニングリーン、もうこれ聞かれるのめんどくさいんでですね。はい、これスーパーマゼンダ、コバルトブルーね、という感じですよ。いいですか。もうちょっと延長しますね。もう退出されたい方は全然遠慮なくしてください。後ろの方までちょっと。これは仏好評のあれになりそうな気配が出てきましたね。あれにとは何ですかって感じですけど。起きたぞ、起きた、しまった、俺のせいや。やつが起きましたね。で、後ろはちょっとざっくり書いて雰囲気だけ作っておきましょう。ね。あんまりこう、ネチネチはやりませんが。書いてあるとこと後ろに枯葉みたいなのがありますっていうところとかですね、後ろに枝みたいなのありますとかですね、後ろにちょっと緑の起きたぞ起きたぞとか言ってなんか喋ってますわ。ね、聞こえますか。
後ろにこれはね拉致されてきました。1時間ちょっと早かったな。もうちょっと寝るかな思って。僕やっぱ喋ってたらやっぱ起きよりますね。よいしょ。なぜかここだけシースルー的な洋服ですね。書き込んでるとことそうでないとこのこうコントラストみたいなのが見えてきたんじゃないですか。ガガガガガと。悪ないですね。作品素敵になってきたでしょ。顔だけじゃなくて少し周りもねザクッとこう描くことによってそれなりの雰囲気も出てくるんじゃないかなと思います。ちょっともうちょっとすみません、粘らせてください。なんか違うな。そんなもんですよ。皆さんね、もうほんとそんなもん。なんか違うと思ったら絶対違うんですよ。もうここで粘れるかです。もう6分。よいしょ。質問があればですね、個展ぜひぜひ来てください。東京じゃないですけど、来年は佐賀なんですけどね、やりますので。まつげとかをちょっと描いてあげた方がやっぱいいんですね。やっぱ女子はね。まつげ長いな、この人。下まつげもちょっと描いてあげた方が良さそうな気配がしますね。描いてるか描いてないかわからん程度ですけど。書いてるか書いてないかわからない程度でございますが、すげーとなってますね。ね、ある程度まではね、来れますね。1時間ですけどね。ほんと皆さんありがとうございました。終わろうとしてるぞ。ね、どうでしたか？面白かったですか？質問があればしてくださいね。ちょっとあとはまとめっていうか書き込みに関してはちょっと無理なんですけども、絵画としてまとめることはある程度できると思うので、少し絵画としてはまとめにかかろうと思ってますので、質問がある方とかは遠慮なく言いましてください。連れて行こうか。本当にもうね、ちびどっか連れて行かんと持たんのですけどね、どこ行っても人混んでるからですね、ちょっとですね、あれなんですよね、なかなかこういうご時世は本当に子供いると大変ですよね。本当に。もうちょっと頑張らせてください。すみません。ちょっと出ているとかもね、一発書きでここぐらいまで書けるんやでっていうのをお見せしたいので、もう少し粘ります。すみませんね。早く終わってよって思っている方ね、また出て行っていいですよ。アーカイブで覗いてくださいね。これぐらい書いてもまたちょっと肌のところとかちょっと筆を後を残しながら筆致を残しながらですね、書けば書くほど悪くなっていく人もいると思うんですけど、僕はやっぱり絵の具の乾き方とかのせ方とか知っているので、ある程度良くなっていける自信があります。ちなみにその乾燥剤みたいなのを使ってないですからね。そういうところもね、乾燥剤使わないとって思ってる人もいるかもしれませんけど、やっぱりですね、絵の具の良さみたいなのって、絵の具が乾かないうちに描いていくということによっても出てきます。よってもですよ。ずっと見ていたい。ほんまですか。私そうですよね。ありがたいですよね。こうやってライブ配信しても減らないですもんね。あんまり大きくね。すごくありがたいですよね。僕の大好きなJ チャンネルに関してはなんか僕途中で寝てしまいますもんね、大体。見てないんですけど、皆さんどうですか？見てますか？よいしょ。もうちょっとここの鼻のあれですね、対比を弱めた方がいい気するんですね。この辺がすっごい難しいでしょ。もう書きながらどうかなっていうのを試行錯誤していくんですよ。
ここのぶつかり方を少し弱めてあげた方が多分絵としては良くなるんじゃないかなと。ちょっと今弱めたんですよ。だいぶ良くなってきましたね。よし。よし。だいたい終わりそうなので、最後はちょっと何かしようとしてますね。グリッツ。絵の具の物質感をぐんとぶつけてあげたりすると細かい描写とのコントラストがついてきたりもしますのでね、まだちょっと気になる病気やな。なんか気になるな、ここのとこだよね。なんか気になるな、ちょっとマシになりましたね。おお、マジになった。ありがとうございます。稲葉さん、もう喜びますよ。これでいくらなったなんか、これはちょっと、うちの学生もっとみんなやりたいとか言い出したよな。ありがとうございます。ちゃんと、合計金額を渡しておきますので、約5700、筆加えてました。筆加えてました。絵の具の物質感をぶつけまくって。仏好評域だと思いますけども、本日も皆さんありがとうございました。楽しんでいただけましたかね。延長戦がちょっと10分12分ぐらい延長してしまいましたが、こういう延長戦は悪くないですよね。他の延長は嫌でしょうけどね、こういう延長戦はあってもいいんじゃないですか。絵の具の物質感をボン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 背景にぶつけたことによってちょっと絵画として良くなってきたと思いませんか。どうですか。かっこよくなってきませんか。どうですか。もうダイレクト絵の具ドンドンドン私がレベルアップした、もうコツコツですよ。コツコツカツコツですよ、本当に。そんな急に、でもまあなんかどっかで話してますけども、浪人時代に、あれですよ、コンクールがあって一等賞取った話があるんですけども、で、その時に、コンタクトにゴミが入って、目から目をちょっと痛めてしまって、絵がボワーっと絵というかモチーフがボワーっとしか見えなくて、その時描いた絵が一等賞を取って、その時に見え方ってこうなんやなっていうのに気づいた時に、私は一番成長をしたと思いますよ。あとは電車クロッキーを死ぬほどやって脳みそで理屈を考えて、アングルという人がですね、良くなったね。なぜこの人は線で、形が線アウトラインを取るだけで形が描けるのかということを、見たんですね。ありがとうございました。本当に皆さんね、いかがだったですか。またなんか粘ってますね。粘ってますね。黒がなくなってしまった。最悪や。黒がなくなってしまった。取りに行くのめんどくさいので、もうこのぐらいにしようかなと思います。以上でございました。もうめんどくさいのでサインを、サインを入れておきますが、皆さん大丈夫ですか。面白かったですか。1時間15分弱ですね。大きいそと。オークションに出さないでくださいね。ということでサインを入れておきました。よいしょ。ちょっとなんか高さつけて皆さんに近くで見えるようにできたらいいんですけど、なんかいい手はないですか。面白かったですか。どうですか。こんな感じでございます。なんか最後あと2、3分、3、4、5分質問があったらお待ちしてますよ。先生はいつ頃から楽しみました。ありがとうございます。フィーレンダンクっていうのはさようならですか。フィーレンダンク。人物のライブはワクワクだらけで楽しいですと。めっちゃ参考になりましたと。見入ってしまう。バイクもシャシャシャかっこいい。ありがとうございました。ありがとうございます。楽しかった。油絵始めてみたくなりました。ありがとうございました。ということで、本日のライブピントはあと私の時計で7秒、6秒、5秒、1時間15分ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でございました。って終了どれやったっけ。これか。よいしょ。終了。